栗の香り全開になったので、これだけでとっても美味しいです。この栗の葉でスパゲッティを火入れするっていう感覚で、そうするとですね、これでもうイタリアを思わせるとってもいい香りがしてきました。はい、こんにちは、シェフのハムです。今日は栗のペペロンチーノを作っていきます。はい、それでは材料紹介です。スパゲッティ、むき栗、にんにく、唐辛子、イタリアンパセリ、ローリエ、ローズマリー、パルメザンチーズ、オリーブオイル、塩です。はい、それでは今日は茨城県とのコラボです。ペペロンチーノシリーズということで、秋の味覚の栗を使ったアーリオーリを作っていきます。茨城県の笠間市は栗の名産地で、先日生産者さんたちに会いに行ってきました。で、栗のパスタっていうとなんかピンとこないかもしれないんですけれど、実はイタリアには栗のパスタがたくさんあって、その中でもとても美味しいアーリオーリオのパスタをこれから早速作っていきます。はい、それではまず栗の説明なんですけど、僕これ先日現地に行ってきていただいた栗の木です。で、栗の木っていうのはこの葉っぱ、栗の葉っぱがあって、でこれが実際に栗ですね。でこれまだ熟してないので、これが熟れてくると自然に下に落ちて、でその中から出てきたのがこの大ぶりの栗です。でこれはポロタンっていう可愛い名前なんですけど、通常イタリアだとこの栗って硬いので、ここに切れ込みを入れて、専用の機械で焼いたりとか蒸したりして、で通常スーパーに売られているのがむき栗になります。今日使っていくのがむき栗です。でこれはスーパーに売ってる普通のむき栗でやっていただいて大丈夫です。で栗はですね、包丁で切ったりするんじゃなくて、この後ですね、ちょっとゴロゴロ感、じゃがいもみたいなホクホク感を出していきたいので、手でちぎるだけにしておきます。で今日はイタリアの現地のちょっとアーリオーリオっぽくしたくて、栗がメインになってくるので、ニンニクは1かけ分みじん切りとかじゃなくて潰すだけ潰して柔らかい香りを出していきます。で唐辛子はこれ鷹の爪1本分をそのままスライスに輪切りにカットします。でイタリアンパセリはこんな感じで刻んでおきます。で今日の栗のアーリオーリオで一番大切になってくるのがローリエと、ローリエはこのスープとかシチューとか煮込みによく入れるようなこのハーブです。このローリエの香りとローズマリーが、これ現地で栗料理使う時に、このハーブ入れるとよりなんか秋とか森の中をイメージできるような香りになるので、この2つをですね、パスタ茹でる時に一緒に香りつけていくのが一番のポイントになってきます。で僕はこのローリエの代わりに、似た香りがあるこの栗の葉っぱを一緒にパスタ茹でる時に茹でていきます。はい、まずはアーリオーリオのベース作っていきます。でオリーブオイル入れて、で鷹の爪入れて加熱をしていきます。はい、それではふつふつしてきたので、ちょっと温度が高かった場合は火を切って、でこのままキープしてニンニクオイルの香りを引き出していきます。はい、それではちょっとパスタ茹でる前に、僕はここでお湯の中にこの栗の葉っぱと木を入れて、ちょっと栗のですね香りを作って、この中でこの後パスタを茹でていきます。で栗の葉、これローリエで置き換えて、4枚ぐらい入れてやってみてください。はい、それでは火切ってたら、もうニンニクがちょっとじゃがいもみたいにホクホクしてくるので、そしたらもう一回火をつけて、でニンニク潰して、このオイルの中にニンニクの香りを引き出していきます。で潰しながら、で中のニンニクも加熱をして、しっかりとアーリオーリオのベースを作る。そうしたらもうこれでいい香りですね。だいぶいい香り出てきました。でここで温度が上がったので、今日の主役の栗が入ります。で栗は少し大きめに、あまり小さくならないようにほぐしながら加えます。こんな感じです。そして栗ととても相性のいい、ここでローズマリーが入ります。でローズマリーが入ったら、フライパンをフラットにして、栗にアーリオーリオの香りをしっかりとまとわせて、ローズマリーの香りも加えていきます。
そうするとですね、これでもうイタリアを思わせるとってもいい香りがしてきました。これだけでとっても美味しいです。そしてここでアーリオオリオペペロンチーノ、イタリアンパセリの香り。イタリアンパセリが入ったらまたフライパンをゆすって、このパセリの香りも入れて、うわ美味しそうなアーリオオリオベースです。でここで少量の茹で汁です。こうすると今もうイタリアの香りと栗の香り全開になったので、これで火を切ってパスタを茹でていきます。でお湯の中には2リッターに対して 30g の塩が入っています。で今日はですね、せっかくもう栗がメインのパスタになっているので、このパスタを茹でる時もちょっともう葉っぱで蓋をする感じで、この栗の葉でスパゲッティを火入れするっていう感覚で茹でていきます。はい、それでは茹で上がりのちょっと前になったらローズマリー香りは出たので外しといて、でパスタを茹で上げて加えます。で最後にあえて、はい、それではいい感じに麺にソースがしっかりと絡んだので盛り付け入ります。はい、これで栗のアーリオオリオの完成です。はい、それではいただきます。皆さんこれはですね、栗のホクホク感ともう栗の香りが全開なんですけど、アーリオオリオとの相性が抜群ですね。本当に美味しいです。でこのままでも美味しいんですけれど、さらにですね、今日は栗とちょっと秋のイメージなので、そこにちょっとしたうまみのこのチーズ、パルミジャーノレジャーノとかそういうチーズじゃなくても粉チーズかけるだけでもさらに美味しくなるので、これはたまらない美味しさですね。トップですね。で栗のパスタっていうと、栗のクリームパスタとかニョッキとかが定番になってくるんですけど、イタリア現地に行くとこういうアーリオオリオもあるので、ぜひこの機会にですね、栗を使って試してほしいですね。で今回実際に笠間市に訪れて、今日パスタを盛り付けたお皿も笠間焼きって言って、笠間は陶器でもとても有名な町で、現地で一目惚れした器に盛り付けさせていただいたりとかですね。で笠間に行くと、栗の生産者さんたちもたくさんいらっしゃって、今日はその中でもアイキマロンさんっていう栗を生産されている生産者さんのもとに行ってきました。で今回の笠間栗を訪れた面白い記事は茨城を食べようというサイトに掲載されているので、よかったら概要欄から見てみてください。はい、ごちそうさまです。今日のこの栗のパスタなんですけど、絶品のレシピになっているので、よかったら作ってみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。